皆さん、こんにちは。藪基礎デッサン講座の藪下です。中級編第11回目は、箱と縞柄の布を描きます。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を描写することで材質感やそれらしさを表現します。今回のモチーフは蓋付きの箱と縞柄の布です。箱は部分的に布に覆われていて形が隠されていますが、それに惑わされることなく直方体の箱の形が感じられるように表現します。また蓋と箱は一体ですから、蓋が箱にしっかりかぶさるように大きさの関係に注意します。布は縞柄の形の割り付けに注意しないと縞柄の感覚が狂ってしまいますから、そこに気をつけます。また布の影にも縞柄の色味の濃淡が反映されますから、そこを見落とさないようにします。モチーフはこれですが、書き出す前にモチーフを手に取りよく観察します。モチーフの形や色や構造や手触り、重さなどを理解している方が確実に良いデッサンが描けると思います。モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、これはデッサンを始める前の準備運動みたいなものです。画用紙は八つ切りの大きさ 38cm×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 2H から 5B までの濃さの鉛筆を使いました。また鉛筆の濃さは鉛筆ホルダーに表示していますから参考にしてください。動画の再生速度も画面中に表示しておきます。また制作時間は3時間30分でした。この動画を最後まで見れば制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがわかると思いますから、最後まで見てぜひ参考にしてください。動画を見てなるほどそうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。それでは箱と縞柄の布のデッサンを始めましょう。当たりを取ります。最初にモチーフの左右の両端の位置を決めています。今回はモチーフが大きいので画用紙の左右の端ギリギリいっぱいまで使おうと思います。次に全体のバランスを考えながら直線を使って大まかなモチーフの配置と大きさの当たりを取ります。小さな形は無視して大まかな当たりで構いません。鉛筆を軽く寝かせ気味に持ち、間違った線も消さずに上から描いていきます。形を描いていきます。測り棒を使って A、B の長さの比率を確認しておきます。また C の長さを基準にして横幅の長さが C の何倍あるのか、高さが何倍あるのかなどを確認しておきます。必要に応じて各部分の長さの比率を確認します。他にもこの図のようにポイントになる点を通る水平線、垂直線を測り棒で想定して、それらが他の部分のどこを通過するかを確認しておくといいと思います。ただしよく目立つ大きな部分の比率だけで構いませんし、測り棒を使って確認してもどうも形がおかしいという時は自分の感覚の方を優先してください。最初にデッサンの左右の幅と上下の高さを決めています。今回はデッサンの上下左右の中心線を決めて、その中心線も形を描く時の手がかりにしたいと思います。形がはっきりしていますから箱から描いていきます。箱の手前の縦の両線と台紙に接する左右の両線を描きます。モチーフを見ている目線の高さが決まりますから、台紙に接する左右の両線の傾きは慎重に検討します。次に二点透視図法の約束を忘れないようにして他の両線も描いていきます。箱の形を基準にして蓋の形を描いていきます。箱と蓋それぞれの頂点の位置関係に注意しながら、また二点透視図法の約束に注意しながら描いていきます。箱と蓋のそれぞれの大きさ、位置関係に注意しながら形を確定していきます。
箱と蓋の形を手がかりに布の形を描いていきます。布のよく目立つ曲がり角がどこにあるのか、箱と蓋との位置関係を確かめながら描きます。最初は直線を使って大まかに描き、次に自然な形に修正していきます。軽く陰影をつけて形を描く手助けにします。縞柄を描いていきます。縞柄の幅が不自然にならないように大まかに割り付けます。また縞柄は布の形の起伏に沿いますから、布の形に注意して描いていきます。色の濃い縞に色味をつけると縞柄の感じが分かりやすいです。これで形は完成です。不要な線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くしておきます。最後に消しカスを跳ねぼうきで払っておきます。明暗を描いていきます。最初にどこから光が来ているのか光源の位置を確認しておきます。次に全体の大まかな明暗の配置、箱や蓋の各面の明暗や一つの面の中の明暗、布の大きな明暗や布の作る影の暗さなどを確認しておきます。箱の右側面から描き始めています。2B の鉛筆を使っています。両線と同じ方向の縦横の線と斜め方向の線を使って描いていきますが、影や色味のつながりに沿う方向の線も使います。左側面も描いていきます。両線と同じ方向の縦横の線と斜め方向の線を使っています。長い線を使って大まかな明暗を描いていきます。大まかな明暗は目を細めてみるとよくわかります。これ以上細めると見えなくなってしまうというくらい目を細めて明暗を大きく捉えます。箱の明暗と比較しながら蓋を描いていきます。この部分は箱では一番手前にありますから少し強調的に暗くしています。箱には布の影の映り込みがあり、蓋には箱の影が差していますから、初級編第1回の立方体の動画でお話ししたような原則から随分と外れますから、明暗の変化をよく観察します。接地面の影を強めます。
布の陰影による明暗を描いていきます。布の濃い色味の縞柄で布本体の明暗の見え方が惑わされますから、目立つ色味の縞柄も部分的に描いています。布の明暗を描くときも布の形に沿う方向の線を使い、いつも光に対する面の向きを意識します。よく目立つ暗さを一歩先んじて描くことでデッサンが進めやすくなります。この箱の内側の布の暗さは空間表現の重要な要素ですから、面の向きと暗さをよく観察して描きますが、比較的奥にありますから、手前の布の強さ、鮮やかさと比較しながら描きます。この部分の接地面の影も忘れないように描いておきます。この影の部分の明暗は布の縞柄の濃淡が反映されますから、かなり変化があります。この部分は接地面の影も忘れないように描いておきます。大まかな明暗が描けたので、より強く描いていきます。箱の右側面から描いていますが、布の影の暗さが反映されていますから、かなり下の部分、特に奥が暗くなっています。この部分の縞柄の色味は箱の影と布の濃い色味の映り込みでかなり暗くなっていますから、ここを暗く描いて箱と布のどちらの存在感も強めます。この大きな布の影は右側面の暗さと比較しながら描きます。この箱の表面はほんの少し艶があり、布の縞柄が映り込んでいる部分や縞柄によって透過する光の量の違いによる濃淡ができています。それらの明暗のつながりに沿う方向の線も使っています。縞柄の濃い色味を描いていきます。縞模様の形の割り付けや面の傾きによる歪み、布の形の明暗変化の縞の色味への影響、手前と奥の距離による前後の強さの違いなどに注意して描いていきます。
これらの手前にある布の丸みは光の方を向いていますから明るいのですが、丸みの下側は台紙からの反射光があり、かすかに明るくなります。縞柄の色味の濃い部分を強めながら布の形の凹凸を描いていきます。形の凹凸に沿う方向の線や色味のつながりに沿う方向の線を使います。この部分も布の丸みの下側は反射光で明るくなります。この面は光の方を向いていて全体的にとても明るいですから、明暗変化が見づらいですが、面の向きの変化を考えながら調子をつけていきます。これらの布の折れ曲がっている部分の陰影は円柱形の陰影と同じで、明るい部分、暗い部分、反射光と並びます。縞柄の濃い色味が入ったので、それに合わせて箱の陰影を強めます。右側面の下の方には布の影や縞柄の濃い色の映り込みがありますから、それらに対する暗さを書き込んでいきます。箱の明暗に合わせて蓋部分も書き込みを強めます。この部分も布の形や縞柄の濃い色味の映り込みがありますから、それらに対応する暗さも書いていきます。
この大きな布の影の中には、思いのほか縞柄の濃い色味の映り込みや透過する光の量の違い、箱の下の布の影の映り込みなどによる明暗の変化があります。蓋の部分の明暗も箱の影の影響を受けています。蓋の中では面取りの小さなこの部分が一番明るく見えます。またこの部分は隣り合う両線の暗さとの関係で少し明るく見えます。左側の縞柄の濃い色味を描いていますが、この布は木綿の布で光沢がありませんから、濃い色味はどこも同じように見えて色味の差はそれほど感じられませんが、布の面の向きと縞柄の白い部分の明暗を手がかりに濃い色味の変化も描いていきます。縞柄の濃い色味を描いていますが、先ほどと同様に布の形の面の向き、縞柄の白い部分の明暗、光の当たり具合、前後の距離感などを考えて、この部分はこうなっているはずやという目からの情報プラス理屈を元にして描いていきます。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いてみることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして書くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。奥まっている暗さや大きな影の中の暗さなどを鈍い発色にするために殺筆を使っています。全体の中での書き込みの強さを意識しながらデッサンを続けます。デッサンは細部を書き込むことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を書くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと意識と目線を往復させます。縞柄の濃い色味の明暗も布の形の変化による明暗変化に従いますから、縞柄を描きつつ布の形の明暗も同時に描いていきます。またこの箱の内側はかなり暗いですが、手前の縞の濃い色味は 4B、5B も使うのに対して、この部分は 2B、3B を使って鈍い暗さに抑えています。
一番奥にある色の濃い島柄も 2B、3B までの鉛筆しか使っていません。この部分は全体に明るく明暗の変化が分かりにくいですが、向こう側に回り込む形ですから H 系の鉛筆を使って弱く書いておきます。これらの部分も向こう側に回り込む形ですから弱く書いておきます。この部分は布の島柄の色味が影の明暗に反映されていますからかなり変化があります。練りゴムをさするように使って明るくしたり、また書き込んだりして微妙な明暗を注意深く表現します。この辺りの暗い陰影の描写は鈍い発色に抑えるために B や 2B の鉛筆を重ねています。この辺りの大きな影も B や 2B の鉛筆を重ねて鈍い発色に抑えつつ、島柄の色味に影響された形の明暗変化を描いています。蓋に対して箱の長さが少し長いかなと思いつつデッサンを続けてきたのですが、ここで測り棒で測り直してみるとやはり少し長いようなので思い切って修正しています。こういう勘違いは多々起こるものなので、修正できるものは修正しておく方が賢いです。長さの修正に合わせて島柄の間隔や回り込む形も修正しておきます。全体の調子を見ながら最後の書き込みです。手前と奥の距離や全体の空間を意識しながら、鈍い陰影の暗さに殺筆を使ったり、練りゴムで明暗を調整したり、大きな面の明暗を再確認したり、各部分の形をもう一段書き込んだりしています。
そろそろこの辺りで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？中級編も第11回目を迎えましたから、ここで今一度基本形態に立ち返って立方体の応用としての蓋付きの箱と島柄の布をモチーフに選びました。初級編第1回で立方体単体のデッサンをしましたが、白い画用紙で作った立方体に比べて今回モチーフとした箱は厚紙製なのですが、表面にほんの少しコーティングのツヤがあり、布の島柄の濃い色味や布の陰影が映り込んだりしてかなり明暗に変化がありました。また島柄の布は形が狂うと島柄の割り付けの辻褄が合わなくなり、少し面倒くさいモチーフではありましたが、その面倒くささも楽しめたように思います。それでは今回の要点をまとめます。1、箱部分の形は直方体ですから2点透視図法の約束を守ります。2、布に覆われて隠された箱の部分も常に箱の形を意識してデッサンをします。3、箱と蓋は一体ですから、蓋が箱にしっかりかぶさるように大きさの関係に注意します。4、島柄の布は布の形をできるだけ正確に描き、島柄の形を割り付けます。5、布の島柄の色味の濃淡が箱に映り込んだり、台紙上の影にも影響しますから、明暗の変化をしっかり観察します。6、色の濃い縞模様は濃淡変化が分かりにくいですが、白い部分の面の向きによる明暗変化や手前と奥の距離感などを考えて、この部分はこうなっているはずやという目からの情報プラス理屈をもとにして書いていきます。これは前回の中級編第10回で書いたナスの濃い色味のデッサンと同じことです。7、デッサン途中で気づいた形や陰影の狂いも修正できるものは修正しておきます。思わぬ勘違いというものはよく起こりますから、毎回言うように距離を置いて客観的に自分のデッサンを見直すということはやはり重要なことと改めて気づかされました。はい、皆さんお疲れ様でした。箱と島柄の布のデッサンの説明は以上です。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。